令和新選組の感想を聞かせてください。前回も言ったんですけど、セクハラ問題をなかったことにするのか、ちゃんと受け止めて戦うのかっていうところで、多分この先大きな道が変わると思っていて、結局そのセクハラ問題ってネット上でまだ一部言われてるだけで、多分一般的には言われてないと思うんですよ。なので分からないので、このままほっといても多分逃げ切れるんですよ、今回は。ただ、一回逃げ切ってセクハラをなかったことにしてしまったというのは、ずっと情報として残り続けるんですよね。なので、その状態で令和が、じゃあ本当にそれなりの議席数を抱えていけるのかというと、信者を騙すくらいだったら、議席数で言ったら5とか10とかいけると思うんですよ。でもじゃあ、それなりに議席を取って国政政党としてポジションを取れるようなレベルまでいくのかっていうと、やっぱりそのセクハラ放置して逃げ切ったよねっていうのになると、やっぱり女性票も得られないし、弱者に対していかがなものかと考える男性票も得られないと思うので、なのでそこは今回、セクハラ問題があったよねと認めて、それに対して行動するということ自体はマイナスだと思うんですけど、でも長期的にはそのマイナスを受け止めて対処するという方が僕は必要なんじゃないかなと思うんですよね。僕よく反令和って言われがちなんですけど、投票権あったら投票してたよねっていうの僕、令和の人でいたんですよね。全く動けないまま国会議員に当選した方がいらっしゃったんですけど、A レースで。この人投票権あったら僕投票したかったよねって言ってるんですけど、そういう意味で、さらに奇抜なことをやってたりするので、僕結構ね、令和のね、行動パターンは好きなんですよね。参政党という人たちが日本を舐めるまって書けてますが、あれはどこに対してのメッセージなのでしょう。日本人じゃないんじゃないの？でも結構ね、参政党のね、神谷さんはね、頭がいいんですよ。頭の悪い人に、こういう風なメッセージを投げると乗っかってくれるという、頭の悪い人をコントロールする能力の高さでいくと、神谷さん頭がいいんですよ。日本を舐めるなということによって、外国人にメッセージを与えることで、自分たちに自信を持たせるという、全く自分に自信のない人たちというのに自信を持たせるための支持者を増やすという。なので多分ね、働いてる人とかで、マジどうでもいいと思うんですよ。日本を舐めるなとか。働いてなくて自分に自信のない人たちで、海外の中国の人たちとかどんどんお金持って日本人舐められてるよねっていうので、なんとか日本人を勇気を持って誇りを持たせるんだみたいな、いや自分でやれよって話なんですけど、これをなんか政治の力でなんとかしようとする人たちみたいなのをうまく焚きつけるっていうのね。基本的にはその自分の人生とか自分に自信を持つっていうのは、自分でやらなきゃいけないんですよ。自信ってね、他人から与えられることはないんじゃないかな。じゃあ、モテるとかで、異性から評価されるという経験をすることで、あ、俺はモテるんだ、人に評価されるんだとか、じゃあ仕事が、プロジェクトが成功して、ありがとうってお客さんに言われるとか、すげえじゃんって同僚に言われるとか、自分が達成したことによって、人というのは自分に自信が生まれるんですよ。日本人で生まれたから俺すごい。何々人だからあいつらはしょぼいとかっていうのって、他人に対して説明できないですよね。自分が達成したことでもないことを自慢しているっていうのは、周りから見ると、やっぱり頭弱いと思われるんですよ。今聞いてる人は日本人だと思うんですけど、日本人だから俺すごいって言った時に、あなたがしたこと何ですかっていうのでいくと、あなたのお父さんとお母さんがやらかしましたってことで、あなたがした結果、あなたが日本人になったわけじゃないんですよ。お父さんとお母さんがやらかしたから日本人になっただけなんですよ。なので、人としていくつか知らんけど、20か30か40か知らんけど、20か30か40までなって自慢できることが、じゃあ40歳だとしてね、40年前にお父さんとお母さんがやらかしたから俺すごいっすって言われたら、もう頭おかしいでしょ。待って待って、あなたの40年間何だったのっていう。あなたの自慢できることって何？ 40 年前にお父さんとお母さんが何かやらかしたことが自慢なのって言われたら、こいつ大丈夫かってなるじゃないですか。っていうぐらい何にもない人が俺すごいんだって思えるというメッセージを与えるっていう意味でいくと、やっぱ参政党の神谷さんはちょっと騙すのうめえなって思いますけどね。政治と健康について質問です。左の人に髪がふさふさな人が多くて、右の人に髪が薄いなものなんですか？俺は左の人がストレスが少ないからだと思います。お題調節なクリエイターにも左の人が多いと思います。右派と左派でいくと、左派の方が高学歴な割合が高い。で、高学歴な人の方がストレスが少ない割合が高い。で、ストレスが少ない人の方がハゲてる割合が低いっていうのが多分あると思うんだけど、これね、論文レベルではね、多分ないんじゃないかなと思うんですよね。
我らやめろよ、百田さんの悪口は。百田さんはハゲてるから星人になったわけじゃないんだ。星人だからハゲたんだ。っていうわけでもないか。だからなんだろうね。確かに左が山本太郎さんとか上房さんだけどさ。あれはもともとだろ。百田さんは星人になったからハゲたわけじゃない。最初からハゲてた。星人のせいじゃない。百田さんって高学歴だっけ？百田さんね、あの人ね、悪い人じゃないと思うんだけどね。いや、多分ね、会うとめちゃめちゃいい人だと思うんだよね、百田さん。でも多分ね、言ってることがフラフラするのも、多分、本当にね、思いつきで情熱が強い人なんだと思う。やめろよ、髪の毛のない人に永遠のゼロとか言うの。ハゲてる人が欲しい。ああ、確かにそれはあるかもな。例えば男性はすべからく尊敬されるべきで、女性は文句を言わず男性に従うべきであるという考え方の人が保守にいるんですけど、やっぱそう考えるやつってモテないやつなんですよ。モテない人はさ、男性だからすごいって言われたいわけじゃないですか。で、そうすると、やっぱ今の時代って、ハゲてるやつとハゲてないやつだと、ハゲてるやつの方がモテないじゃん。だからそうするとやっぱ、モテないやつが保守的思想になる割合は高くなる気がするんだよね。例えばじゃあさ、弱者に対する考え方ってのもあって、女性はいろいろな不遇を受けているということを知ってるかどうかって、女性の知り合いがいないと分からなかったりするんですよ。女性ってじゃあ、こういう不具合があるよねとか、生理結構大変なんだよねとか、出産結構大変なんだよって、女性に話を聞かないと分かんないんですよ。でも、女友達がいないモテないやつはそれを一切知らないんですよ。なので、なんかよくわかんないけど、月に1回体調悪いとか言って生理休暇とかになってるよねとか、別になんか、欧米は平等なのに、なんでなんか日本だけ女性だけなんかこういろいろ優遇されてるのおかしくねみたいなのって、多分女性の知り合いが少ないからっていうのあると思うんですよね。で、女性の知り合いが少ないのはなぜなのかっていうと、モテないからです。はい、次言います。日本に真っ当な保守党ってできる未来あるのでしょうか？日本保守党に期待してもいいと思いますか？いいえ。日本保守党の綺麗事を言ってる部分は、まあ確かにその考えはあるなと思うんですけど、実行部隊が嫌いな人をブロックするとか、15区の補選に出てもらった人をなぜかハブにして打ち上げにも参加させないとか、内輪もめがひどいんですよね。保守系が連携した方が日本に良いよね、右の政党を作った方がいいよねは論理としてわかるんですよ。でもそれだったら、じゃあ自民党の右派と組んだ方がいいよねになるはずなんですけど、なぜか自民党の右派の高市さんがもし保守党に来るんだったら雑巾掛けから始めさせるわみたいなことを言ってて、いやいや、なんか日本にとってこれが必要だから俺は頭を下げて何かやるかっていうのではなく、500円で俺を好きにできるよと思うなよみたいなことを言っちゃうみたいなのがあって、方針は確かに一理あるかもしれないけど、実行部隊のレベルがあれだよねっていうのが、今のところ僕の日本保守党に対する評価なんですけど、とはいえね、今回議席取るんじゃないかなと思いますけどね。実行部隊がどうこうとかって、ネットでいちいち細かく見てる人たちはそういうの知ってるだけで、一般の人たちってほとんど知らないと思うので、なので、伝統とか保守とかを維持しようとする人たちにとって、自民党の石破さんが、そのまま票を伸ばしちゃうと良くないよねと考えるので、じゃあどこに入れようとなると、多分受け皿としては保守党という受け皿っていうのは、割とそれなりのポジションを取るんじゃないかなと思ってます。立憲民主党の小西さんって大体名前が同じ有力と会話が成り立たないと思うんですけど、自己顕示の塊だから何だったなと納得しました。どこで収録継続支援 B 型とか A 型に関して何かしてますか？してたらそれらの授業を利用するというのは将来に広くせんのかありますか？ B 型と A 型で予算が厚生労働省の方からめちゃめちゃ減らされていて、で、潰れる事業所が74箇所とかなんかそんな感じのニュースをどっかで見たような気がしますけど、それなりにこう利益を上げなきゃいけないよねっていうんでやらないと、何にもしないで金をもらい続けるという悪徳な事業所が出てきてしまうんですけど、なのでそれなりに売り上げがあるところにしなきゃいけないよねってなると、営業努力をしなきゃいけなくて、で、営業努力をするとやっぱりその民間と比べてやっぱりそれなりに能力の低い人たちを使ってるので、なかなか仕事取れないよねっていう板挟みになっていて、正解わからないよねっていう話なんじゃないかなというふうに思ってますけど、なので事業評価において、BS とか PL とかきちんと見て、私服を肥やしてるやつが私服を肥やせないような構造にするっていう。なので、その事業所の社長だったりという障害者ではない人たちの給与というのを基本的に最低給与に合わせるとか、時給1500円以上もらってはいけないとか、そういう形にして私服を肥やすことが不可能な構造にするという方がまだいいんじゃないかなというふうに思ってますけども、はい。小西さんはね、やっぱ友達少ないんだと思うんですよね。こんなことを言いたい、こんなことを伝えたいっていうのがいっぱいありすぎるんですよ。で、言う相手がいないんだと思うんですよね。
言う相手がいれば、いろいろもう言ってるから、これ言いたいっていう願望が収まってくるのと、あと、こういう言い方をした方が理解されやすいよねっていう洗練されていくんですよ。同じ話を何度もし続けるに従って、いろんな人にしていくと、こう言った方が伝わるんだなとか、この言い方は伝わらないんだなっていう形で、だんだんその言い方って変わってくるんですけど、それがないんですよね。喋ってる最中に、こんなこともあって、こんなこともあったよね、みたいなので、話がどんどん広がって散漫になってっちゃうんですよ。これ多分同じ話をしたことないな。で、話したいモチベーション高いなっていう感じがしたので、友達を増やすが正解なんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。